これはセミドライとインスタントが入ってる状態ですね。で上白糖を少しだけ入れたやつです。上白糖は添加糖が 1%、 水分が 1% 含まれてるんで増殖しやすくなるんです。そうですね、増えれば増えるほどその1個に対してのアルコール発酵って検気にした時、空気を含まない時、今空気がいる状態で増殖って行われるんで、空気をこう入れないっていう風にしたところからアルコール発酵モードっていう風に、香り成分に変わっていくっていう感じになるんですね。で炭酸ガスとアルコールに変わっていくっていう作業になるので、増殖してる方がそれが分解が行われやすいっていうふうになる。僕はそれがルナルテの面接でヒデさんに言われたのが、やっぱり食塩ってなんで入れるのか分かるかいって言われて、基礎が勉強したいですって言って東京に出てきたのに、自分自身が基本って何かも基礎が何かも分からず基本を学びに来ましたみたいなこと言うて、じゃあ基本的なっていうよりか基礎の基礎なんだけど、食塩ってなんで入れるのか分かるかいパンにとって言われたら、味以外出てこなくてその時恥ずかしいなと。いや勉強不足だからこの本買ってしっかり勉強してきて答え聞かしてよっていうことで面接終わって、もうこんな知識なかったらもう無理だろうなと思ったら取ってくれて拾われたようなもんで、本当にこういうのも同じこの不便な機械を、不便っていうことでもないですけど、まあ昔ながらの縦型フックだけを使うっていう風にしてると、こういうのしてみよう、ああいうのにしても同じ効果出るかなって工夫出るじゃないですか。全部が最新型になると工夫しなくなるから、だからこういうのを残しとくっていう、昔からの機械はそのままこれだけを使うようにしようって決めてるんですだから。何入れてるんでしょう。これが絹豆腐で、豆乳と絹豆腐も入れて、じゃあそれを考えたらもうそれしか質問しなかったんです。井出さんに聞いたんで、原価計算のやり方とその食塩とかで答え全部出るんで、あとはもう質問せずに全部答えが出せたらいいなと思って、自分で全部答え出そうと思って決めたんです。その日から田中もそうです。よろしくお願いします。生地に移して、なんかこう、そうなんです。イーストの匂いじゃなくて、こういう匂いでこうちょっと香りをつけるように、はい、いろんな種類を作ってます。それぞれこの色がありまして、これを入れて栄養を与えてます。だからまずその基礎知識っていう基礎で入れないとベース作りなんで、建築のそれがないと壊れちゃうっていう状態なんで、基礎が一番時間かかるじゃないですか。そこをやり終えてさらに知識増やして考えるっていう基本的なベースになって応用編になっていくじゃないですか。だからその基礎っていうのはもうとにかく頭から抜けないように毎日やっとかないと。今からやってるのはずっと今もシャドーボクシングと筋トレと柔軟体操は未だにやってますね。だからそれに関しては欠かさずっていう感じです。だからアホみたいに継続することだけはやろうって決めたことはやめてないですね。だから本読むこの製パン基礎知識に関しては20年以上になるしで、だから同じことを他のことやるからやめたみたいなのもないですね。やりながら新しく増やすっていう。資料が増えたらやっぱ考えるってできるじゃないですか。知ってないっていうのは考えることができないんで。
みんな多いんですよ。うちの子らでも忙しい時間もないはずなのに退屈になるんですよ。勉強が進んでないとかで現場入ると課題がないんで、こなせるのに時間とかに追われちゃって何もやってないと、どうしても次の課題がないから苦痛だなってなるんですよ。粉が舞うところがここまでこうやって毎日清掃するって大変なんですけど、集中力をやっぱ増すんで、やっぱりそういうので一番大事な心臓部分になるんで、そういうところをきれいにしてるっていう感じですね。この面台に黒い粒が落ちてるのに丸めてて実は気になってるってなったら、ここの丸めには集中してないだからなかなか進んでいかないってなるんで、だから本当に入り込んだ時には上達早いっていうところはあります、こういう世界は。はい。後輩に対してもそうなんですけど、僕らは誰かに表現する世界なんで、その言葉でどうのこうのじゃなくて、ちゃんと伝わればそれで済むっていうようなことを今教えてる最中ですね。真剣じゃない限りはやっぱり伝わらないっていうか、自分のできる限りのことやったら伝わらないわけないと思うんですよね。そこに8割やってる人はほとんどなんで、それは多分流されてしまうんですよね。だから10割12割っていうところを求めてやらないと意味ないんじゃないかっていう。同じ掃除するんでもみんなと一緒では誰も見てくれなくなるんで、人よりやるっていうのは大事かもしれないです。今から冷蔵しといて、いいタイミングで出してあげて、で来たら向こうで作業を終えた後にこれが最後に来れるような温度帯に持っていっとくっていう。だから向こうが夜勤のことまだ分かってない部分あると準備不足が出たりするじゃないですか。これが分かってるから先回りしていろんなことやっていてあげれるっていうのはもう
作業全般的に分かってる人としかできないんで、もうちょっと全体をこう全部のポジション回った子が増えてくると、それがこういうふうにやってるんだろうなって想像だけで準備が早くなるっていうふうな仕組みになってるんです。3回ぐらい同じことします。お客さん的には1本も2本もデュナルテみたいに先行ってたらわからないなってるところが近い存在で、それは思ってもなかったっていうところが一番嬉しかったりするんで、だからそこを狙い込んでやるっていうふうにやってるんですよね。半歩先っていうテーマで。だからスタッフも難しいのが、それが落ちてる時に社長に怒られたりしてるんでしょっていう。落ちてなかったら会社のコンセプトもそうだし、厨房コンセプトも頭に入れながらの会話になったり、半歩先さえ頭に入ってたら社長を驚かすような話やと思うんで、向こうが気づいてない相場を知っとかないとダメなんで、コミュニケーション取ってないとそれできないんですよ。その喋った上で何を引き出してるか言ったら、嫌いなことをマスターして、で弟子なんで嫌いなことほどやらすっていう感じなんですだからそれができるようになった時にすごい力になってるっていうので、嫌いを呼んでその子にそれをさせる、得意なことをやらすっていうのが今の時代なのに、嫌いなことをあえてさせるんです。でできるようになった時の喜びって好きとか楽しいとかのジャンルじゃなくて面白いに変わってますよね。できなかったことができるようになって、危ない橋なんですけど、そこをやると僕らみたいに面白いジャンルに入っていけるから、これ嫌いなんだよなっていうことがこれ面白いかもに変わった瞬間やるようになってから強くなるんですよ。だから無理やりやらすっていうのが修行中の一番いいところで、シェフになったら絶対やらないんで、この子らに今しかやらせてあげれないんで、これ苦手なんだよなっていうものを持ってると、それを責められた瞬間急に気弱になったりする、自信がなくなったりするっていうのが不幸かなっていう。だから幸せって自信持ってることやと思うんで、自信つけてあげたいから今自信なくていいっていうのを修行中に押し付けてるっていう感じです。嫌いなことやらないってなると、そういうふうに想像もしなくなっちゃうっていう、知ろうともしないっていう、知っといたら考えることができる、想像ができるっていう状態なので、すごく勉強になって、コンセプトって大事だなと思う。一本ちゃんと守ってればむやみやたらに怒られることってないんだっていうのは初めて知って、会社のいいことしようと思っても社員でも難しいじゃないですか。いいことを自分なりのいいことになってるので、それとこれって社会で通用しないじゃないですか。やっぱりだから会社に沿ったいいことをしてればいいだけなんですけど、だから会社にとって悪いことしないのと一緒で、そ
それって自分基準で何でも考えてないかって言われたら絶対そうなんですよ。怒られてる子ってこう一生懸命言っても、でもこれがコンセプトだとこれは世間で正しいけどおかしいよねっていう話したらみんな分かる。で9番出してでお茶はこっちで。環境変えてまた2年ぐらいは走れる状態作る人たちも多いけど、結局やり方なんでシェフのやり方が違うだけなんで絶対飽きるの見えてるんですよ。自分で3年しっかりここっていうところでベース作りしてしまえば全て食べ歩き行っただけで分かるじゃないですか。多分レシピもらわずに作れると思うんでね。その状態までいけば安心して独立できるっていう状態じゃないですかね。技術云々はやっぱり10年15年ってやっぱりかかると思うんです。お店を持つっていうことに関してはもっと詳しくなる、こんなものを作りたいという好奇心さえやったらまだまだやっていけると思う。そのバターもそうなんですけど、長い時間引っ張るとどうしても割れちゃうんで、叩いた直後って本当は可塑性って13度から18度ってなってるんですけど、5度とか6度でも叩きたてやと伸びるんですよね。心温が 7.3 度なんですよ。でここからマイナス30度のところに入れていくんで 5,6 分で大体、ちょっと投げるみたいな雑な感じにもなるんですけど、指でほとんどこう持つ時もここら辺で持ってるっていう上昇融点っていうのがあって、その上昇融点っていうのが動き出したバター持った瞬間ちょっと透明になるじゃないですか。ああいうのと同じなんで結局だからそこに触れたらそこがまた酸化しだすんで、じゃあ劣化臭に変わってくるっていう美味しさなくなってくる。繊細なんで卵の匂いって強いんですよね。だから100度超えてくると結構溶臭するんで、だからそういうのも気にするとあんまり卵って入れると小麦こだわる必要なくなってくるんですよね。バンズにしても何にしてももったいないんですよね。本当はもっと柔らかいはず。一枚皮ができて卵焼きの匂いがそこに来て、小麦こだわってもその匂い実はしてないけど
使った人だけがなんとなく分かるっていうような感じになるんで、だから卵を塗るのがどんどん避けていくっていう感じになりましたね。おはようございます。1年前までサラリーマンしてたんですけど、勉強すれば少しずつ理解できてきて面白くなってくるっていう感じで。美味しいパンって明確になってます。そうですね、なんか美味しいって結構最終的になんか好みみたいな感じもするんですけど、なんかそうじゃなくて、なんで美味しいと思うのかみたいなところがやっぱちゃんとこう具体的にあるというか、なんかこのパンはこれこれこういう理由でなんか美味しいって感じるんだなみたいなところがちゃんとこう理論とかそういうものでなんか組み立てられてるので。だからこういうのを見て、あの匂い出てるっていうことはこれが出てるんだなとか、こういうのが出てるんだなっていうのを読み解くことができるようになって、今まではそういうのは感覚でこういう香りだなっていう風にしか思えてなくて、じゃあこの発酵の時にこういう風になるんだなっていうのが分かってくるとより面白いっていう感じです。はい。だから勉強するんなら
ここの店でいいから一番目指して勉強するとか、スピードを求めるならシェフより速いみたいなのを求めて、シェフよりは速くなれないと思ってるんなら途中で絶対やらなくなるので、シェフより速くなって役に立てるようになりたいっていう気持ちがやっぱりそういう風に勝手に練習もするようになるし、一番目指すってそれがいいじゃないですか。結局役に立つので、僕らも役に立ちたいと思ってこの仕事始めてるから、結局役に立つってどういうことなのかなと思ったら1番取ることなんですよね。とにかく1番を取るっていう。だから2番3番でもいいじゃないかっていう考えないんですよね。1番じゃないと役に立たないっていう、だから僕よりすごい重鎮の人たちの方がすごいのは分かってても、ここの1番は取らないと結局誰も話聞いてくれない。その人が出てきた時にはこの話も誰も聞いてくれないしっていう。